はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は高評価なローグライクデッキ構築ゲームをピックアップしました。様々な効果を持つカードの組み合わせによる戦略性と繰り返し遊びたくなるリプレイ性を組み合わせたゲームジャンル。そんなハマってしまうと何百何千と繰り返し遊んでしまいやめ時を見失う究極のローグライクデッキ構築ゲームを紹介していきます。紹介する作品は全て日本語で遊べる作品となっており、参考プレイ時間は How Long to Beat のメインストーリークリア時間となっております。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援をお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。まずはじめにローグブック。本作は2017年にリリースされたカードゲーム、ファイリアと世界観を共有する作品で、人気カードゲームマジック・ザ・ギャザリングのデザイナーも参加しています。物語はファイリアに存在する呪われた書物ローグブックに囚われたヒーローたちが、本に書かれた数々の試練に挑む物語が描かれます。プレイヤーは本に囚われた4人のヒーローから2人を選択し、開くたびに姿を変える本の世界を旅していくことになります。ゲームはヘクスマスで構成されたフィールドで展開。まだ描かれていない未知のヘクスマスを敵を倒すことで得られるインクや筆を使って解放し、探索できる範囲を広げていきます。戦闘はシンボルエンカウントの単性バトル。ヒーローは前衛と後衛でポジションを入れ替えながら、攻撃や防御などカードデッキを使っての戦闘が繰り広げられます。カードはショップや探索で手に入るジェムを使用して強化することが可能。また、フィールドで入手できる書物のページを使うことで永続効果のあるスキルをアンロックできます。ローグブックは非常に好評な日本語対応の作品です。ネオバース。美女戦士が活躍するデッキ構築ローグライク。ファンタジーと SF が融合した世界観を舞台に、ネオバースの救世主となるべく3つの異なるタイムラインで3人の主人公独自の物語が描かれます。ゲームはエージェントナヤ、聖騎士クレア、召喚師ヘレナ、それぞれに特徴のあるカードセットを持った主人公を選択してゲームはスタート。基本的な流れは戦闘とキャラクターやデッキ強化を繰り返しながらステージを進み、最終地点にいるボス討伐を目指します。戦闘はコストを使用しての単性バトル。ランダムで配られる5枚のカードを使って攻撃や防御を行い敵と戦っていくのですが、本作にはコンボ、パリ、精密といった戦闘要素があり、これらをうまく利用しながら戦闘を有利に進めていく奥深いゲームシステムが特徴。例えばコンボでは画面左端、バトルテックに表示されている色のカードを順番に使うことで攻撃のダメージが2倍になったり、パリーでは敵の攻撃数値と自身の防御数値が同じであれば次のターンで敵が行動不能となったり、これらの戦闘要素を戦術に組み込むことが重要。色物ゲームに見えますが結構考えながらプレイすることになる奥深い作品。ネオバースは非常に好評な日本語対応の作品です。ロストインファンタランド。デッキ構築と単性シミュレーション RPG。8×8 のマス目で構成されたフィールドでデッキ構築と単性シミュレーション RPG を融合させた 2D ドットのローグライクシミュレーション。戦士、魔法使い、トリックマスターといった職業の中から一つを選択し、ランダム生成されたマップを進んでいきます。マップには戦闘マス以外にも体力が回復できる休憩マスやイベントマス、ショップマスなどが存在。この辺りは従来のデッキ構築ローグライクと同じ感じです。戦闘はカードを使った単性シミュレーションとなり、攻撃カードや防御カードをうまく使い、フィールド上にいる敵を倒し、最終地点にいるステージボス攻略を目指します。戦闘に勝利することでゴールドや新たなカードを獲得でき、戦闘、イベント、ショップで手に入るカードをうまくやりくりしながら、強力なデッキを構築していく。ロストインファンタランドは非常に好評な日本語対応の作品です。イリスと巨人。独特なアートワークが特徴なローグライクデッキ構築。主人公の少女イリスの心の中に救う悪魔に立ち向かう物語。舞台はイリスの心の中。イリスは立ちふさがる悪魔たちとカードを使って戦っていくのですが、一般的なカードゲームとは違って
カードは使い捨てというカラフルな見た目とは裏腹な結構ハードなゲーム。イリスのヒットポイントがなくなる、または手持ちのカードを全て使い切ってしまうとゲームオーバーとなるので注意が必要。カードの使い方だけではなく、カードの取得が重要なポイントとなってきます。ゲーム中に出てくる思い出に触れることで、水彩画風のカットシーンが流れ、徐々に物語が語られていきます。心を締め付けるような繊細な物語と、手応えのあるデッキ構築型のカードゲーム。イリスと巨人は非常に好評な日本語対応の作品です。ラトロポリス。デッキを構築しながら街を防衛するタワーディフェンスローグライク。プレイヤーはネズミたちの指導者となって、ウェーブごとにやってくる敵から街を守りつつも、経済、建築、軍事に分けられたカードを一定時間ごとに手札に加え、建物を建ったり兵士を作ったりして戦闘を繰り広げていくことになります。指導者となるネズミはそれぞれが固有のスキルを持っており、プレイを繰り返すことでアンロックされ、指導者ごとに違った戦術を楽しめます。ゲームはリアルタイムで進行し、一時停止はできますが、定期的な敵の襲来やシナジー効果を出すカード建築など、情報量、操作量が多く結構バタバタと忙しいゲームプレイ。カード入手に運要素もありますが、戦略性も高くゲームシステムもユニークな作品。ラトロポリスは非常に好評な日本語対応の作品です。クロノアーク。パーティーベースのデッキ構築ローグライク RPG。遥かな昔、霧から現れた怪物により世界は侵略され、人類滅亡を予測した科学者たちは、空に浮かぶ島アークを作り、避難するという計画を進めていた。計画は問題なく進み、生き残った人々はアークに乗り込み空へと旅立つが、プロジェクトに関わった人々が次々に姿を消し、残されたメッセージは、時計塔を起動すれば全てを元に戻せるという言葉だった。プレイヤーは記憶をなくした少女ルシーとなって、ランダムに手に入るスキルや仲間を集め、最大4人でのパーティーを組み、目的となる時計塔を目指し旅をする物語。戦闘はターン制となり、パーティーメンバーが持つスキルをカードとして戦っていくシステム。仲間になるキャラクターは攻撃系や防御系といった役割のようなスキルを所持しており、このパーティーメンバーの組み合わせを考えるのが重要であり面白いところ。様々なスキルカードやアイテムを集めたり、条件を満たすことで新しいキャラクターをアンロックすることができ、パーティー編成の幅が広がります。また、アニメ調の可愛らしいキャラクターとは打って変わって、かなり高難易度の作品。クロノアークは非常に好評な日本語対応の作品です。ハンドオブフェイト。カードを使ったボードゲーム風ローグライク RPG。怪しげな空間で怪しげな風貌の男と、机を挟みカードゲームが展開される一風変わった作品です。プレイヤーは配られたカードをめくり、そこに描かれたイベントをこなしていく。戦闘、武器取得、トラップと様々な試練を乗り越え、最終的にボスカードをクリアすればゲームクリア。何度もプレイすることで新しいカードやイベントがアンロックされ、やればやるほどハマってしまう中毒性の高い作りになっています。ハンドオブフェイトは非常に好評な日本語対応の作品です。ダイシーダンジョンズ。サイコロを使って戦うデッキ構築ローグライク。プレイヤーは夢を叶えられるという噂のゲームショー、ダイシーダンジョンズの参加者となって、ローグライクデッキ構築とサイコロの出目による運勝負をミックスしたデスゲームショーに挑戦。個性的な世界観で展開する番組は、運命の女神であるレディラックの司会によって進行。ダイスの姿に変えられてしまったプレイヤーは、戦士、泥棒、ロボットなど、それぞれにユニークな能力を持つ6種類のダイスキャラとなって、ランダム生成されるダンジョンに挑むことになります。ゲームはマス目を移動していくシステムとなり、戦闘や回復、宝箱など、マス目に表示されたイベントをクリアしながら次の階層へ進んでいきます。戦闘はターン制で進行し、カードデッキとサイコロを使った戦闘システムが特徴。戦闘では様々な能力を持つ装備カードとダイスの出目が重要となり、例えばダイスの出目だけダメージを与えるなど、出目によって戦況は大きく左右されていきます。さらにゲームが進むにつれ、装備カードの能力も強力かつ複雑なものになっていくので、シンプルながらに奥深い戦略性とダイスによる運要素を組み合わせたユニークなゲームを楽しめます。ダイシーダンジョンズは非常に好評な日本語対応の作品です。
バックパックヒーロー。荷物整理をテーマとしたダンジョンローグライク。定番のデッキ構築のカードをアイテムに置き換えたユニークな作品。ゲームはそれぞれに特徴と目的を持ったキャラクターを選択してダンジョンに挑みます。ダンジョン内での戦闘やイベントで手に入る剣や弓や魔法はもちろん、強力な能力を持つアーティファクトなど200以上のアイテムを取捨選択しながら魔法のバックパック内で管理していくゲームです。本作の特徴となるのが荷物整理。それぞれのアイテムには独自の効果があり、適切に配置することでアイテム同士は相乗効果を発揮し、アイテムの能力は大きく変化していきます。ただしアイテムによってはマイナス効果を発揮してしまう配置もあるので注意が必要。レベルアップすることでバックパックのスペースは拡張され、どんどんアイテムを詰め込むことができますが、アイテムの配置に頭を悩ませるところが難しくもあり楽しいポイント。バックパックヒーローズは非常に好評な日本語対応の作品です。ゴーディアンクエスト。デッキ構築型ローグライク RPG。邪悪な呪いによって悪が蔓延しているファンタジー世界を舞台に、プレイヤーは初期デッキの異なるキャラクターの中から一人を主人公として選び、レンディアと呼ばれる呪われた大陸を冒険していくことになります。ゲームは主人公を含む最大3人のパーティーを組み、地図上に描かれたルートを移動し、戦闘や回復など、マス目に応じたイベントをこなしながら進んでいきます。戦闘は AP アクションポイントを使った単性システム。位置取り要素のある戦闘となり、前列、中列、後列、それぞれ3マス、計9マスの隊列位置に、近接攻撃がメインの剣士なら前列、体力が低く遠距離攻撃が得意な魔法使いなら後列など、それぞれの適性に合わせた位置取りがポイント。さらにターン内での行動回数はアクションポイントで決まり、カードによって消費するアクションポイントも異なるので、敵の種類や行動を考えるなど、歯応えのある戦闘が楽しめます。ゴーディアンクエストは非常に好評な日本語対応の作品です。メテオホールクルミッドテイル。アートワークや世界観が印象的なローグライクデッキ構築。それぞれに特徴のあるヒーローから一人を選び冒険を進めていく中で、強力なアイテムやカードを取捨選択してデッキを強化していくといった定番のゲームシステムですが、本作の特徴はユニークなイラストや世界観だけではなく、3×3 マスのボード上で展開する独特なゲームシステム。3×3 の計9マスで構成されたマスの中には、デッキ内のカードとモンスターがランダムに割り振られ、モンスターと戦いコインを集めて、それと引き換えに武器やスキル、回復アイテムなどを入手して、キャラクターを強化しながら、ボード上の全てのモンスターを倒していきます。結構頭を使う戦略性の高いゲームになっており、どこを攻撃するのか、どのタイミングでアイテムを取得するのか、または回復するのか、それらを考えて行動していかないと、あと一歩のところで手詰まりになったりもします。将棋やチェスみたいに先の展開を考えながらのプレイが得意な方は結構ハマる感じがします。メテオホールクルミッドテイルは非常に好評な日本語対応の作品です。アリーナ・オブ・ザ・アリーナ。位置取り戦術重視のデッキ構築ストラテジー。プレイヤーはアリーナでの生き残りをかけ、剣闘士となって血に飢えた監修のために戦うデッキ構築のローグライクストラテジーです。本作の特徴は攻撃と防御といった従来のデッキビルダーにマス目で構成された位置取りといった要素を加え、地形を利用して有利に立ったり敵の攻撃を回避したりすることができる戦術性。ブロック破壊やノックバック攻撃で敵同士をぶつけたり、敵を壁にぶつけることでスタンさせることができ、さらには豪快な戦闘で敵を倒せば観客席から武器やアイテムが投げ込まれたり、それらをうまく活用することで戦闘を有利に進めることができます。また闘技場での戦闘に勝利すると新しいカードや報酬がもらえ、カードの強化や消去などを行いデッキを強化していくといったシステム。アリーナ・オブ・ザ・アリーナは非常に好評な日本語対応の作品です。ボルト・オブ・ザ・ボイド。ランダム要素を排除したローグライクデッキ構築。基本的にはカードを使って戦い、マップを進みカードを選択してデッキを強化していくといった内容ですが、ランダム要素を減らし可能な限りプレイヤーの手にコントロールを委ねるというコンセプトのもとに制作され、遭遇する敵の情報や獲得できるカードが事前に確認できたりと、プレイヤーの戦略により柔軟にプレイできるようなゲーム設計になっています。戦闘も独自なシステムとなっており、
手持ちのカードを破棄することでコストエナジーを獲得できるパージといった要素や、デッキ枚数が20枚固定で、戦闘中以外ならいつでも変更可能であったりと、プレイヤーの戦略次第である程度のゲーム展開には柔軟に対応することが可能。徐々にアンロックし、使用できるキャラクターは全部で4種類。それぞれ固有スペルを持つキャラクターはタイプの違う2つの初期デッキを選択でき、カードの種類は400枚以上が登場。ボルト・オブ・ザ・ボイドは非常に好評な日本語対応の作品です。ファイツ・イン・タイト・スペースデッキ構築型格闘シミュレーション。主人公はスパイ組織のエージェントとなって華麗な近接戦闘を駆使してバイカーやギャングなど凶悪な犯罪者たちと戦い、様々なミッションの達成を目指します。戦闘はオーソドックスなターン制システム。手札から攻撃や防御などのカードを選択することでド派手なアクションが展開されます。ミッションには暴漢の退治や VIP の護衛などがあり、それぞれ目的に合ったデッキを構築することが重要。150枚以上のカードの中から自分のプレイスタイルと相手のプレイスタイルに合わせてデッキを構築し、カードのバランス、運動量、ポジショニングなど不利な状況を打開して敵を倒していきます。カードはミッション報酬やゲーム内の施設で購入することができ、今後の戦いに向けどのようにデッキを強化していくかという戦略性がポイント。ファイトインタイトスペースは非常に好評な日本語対応の作品です。ループヒーロー。終わることのない無限ループに投げ入れられたヒーローの物語。プレイヤーは一定のルートを周回する無限ループの中で、道路や森、川、村などのタイルを配置してループ内の環境を作り上げ、そのループで敵と戦い、強力なアイテムを回収装備しながら生存者のキャンプ地を再建し、新たなクラスやカード、能力をアンロックしていくのが目的。ゲーム自体はデッキ構築とローグライク要素を組み合わせた作品で、戦闘はオートバトル。またゲームが進むにつれ、記憶を取り戻すための主人公の旅や世界を脅かす謎の存在といった物語が徐々に明らかになっていきます。ゲームシステムもユニークでローグライク要素や隠し要素もあり、長く遊べる作品。ループヒーローは非常に好評な日本語対応の作品です。ワンステップフロムエデン。ローグライク要素のあるデッキ構築アクション。弾幕シューティング、ハイスピードアクション、デッキ構築、ローグライクといった様々な要素が詰め込まれた独特かつ結構高難易度な作品。物語の舞台は文明が崩壊した未来世界。プレイヤーは世界に残された最後の希望、エデンを目指し、各ステージを進んでいくことになります。ゲームは 4×4 のマス目の中を動き回りながら敵の弾幕をかいくぐり、キャラクターが持つ武器と2つのスロットにセットされたスペルを駆使して敵を一掃しステージを進んでいきます。ゲームを進めることで使用できるキャラクターが増え、それぞれに異なる初期デッキと武器、そして特別なパッシブ効果を持つアーティファクトを1つ所持しているので、キャラクターごとに違ったプレイ体験が楽しむことができます。エデンへの道は足を踏み入れるたびに変化し、200以上のスペルと100以上のアーティファクト、毎回異なるカードと敵に出会いながら強力なデッキビルドを目指し進んでいくハイテンポアクション。ワンステップフロムエデンは非常に好評な日本語対応の作品です。サンセットルート。サクッと遊べる交易ローグライクデッキ構築。交易をテーマにした本作はシンプルなシステムの経営ゲーム。プレイヤーはこの世界で貿易許可を受けた商人となって、それぞれに特殊な能力を持った船員たちを雇い、9マスある船内デッキにうまく配置しながらお金を稼ぎ、一定ターンごとにやってくる役人からの税金ノルマを達成しながら、世界の行く末を見届けることになります。ゲーム内容はシンプルで、ランダムで提示される3つの目的地から1つを選択して、現地で船員を雇い、収益の最大化を目指します。それぞれの目的地には予想収益と雇える船員のレアキャラ発見率が設定されており、データを吟味しつつ慎重に選んでいくことが重要。また船員は個々の能力だけではなく、船員デッキの配置によっても相乗効果を発揮するので、それを活かせるような組み合わせや配置を考えるのも面白いところ。さらには船員デッキの構成や行動次第で世界の行く末は変化し、複数のマルチエンディングを見ることで、本作の世界観や世界背景が明らかになっていきます。サンセットルートは非常に好評な日本語対応の作品です。モンスタートレイン。
凍てついた地獄を救うローグライクデッキ構築。舞台は天界の天使たちによってパイルと呼ばれる火が消されたことにより凍てつく大地と化してしまった地獄。プレイヤーは地獄を救うためパイルの火種を乗せた列車ボーンシェイカーに乗り込み、地獄の中心部へと向かう物語が描かれます。それぞれに初期デッキの異なるメインとサブのクランと呼ばれる種族を選択してゲームはスタート。クランである種族はゲームを進めることで新たなクランがアンロックされていきます。ゲームは次々に列車に乗り込んでくる天使たちからパイルの火種を守るタワーディフェンスのようなシステムで展開。エリアごとにウェーブ制のバトルが繰り広げられ、4階建て車両の最上階にあるパイルの火種を防衛しながら天使たちを撃退し、バトル終了後にはお金やカードなど戦利品を獲得でき、カードデッキの強化が可能。またエリアごとに線路は左右に分岐しており、ショップやパイルの回復など各種イベント施設がある分岐を選択しながら最終エリアを目指します。モンスタートレインは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。インスクリプション。ホラーな世界観で展開するデッキ構築型カードゲーム。謎の小屋で目覚めた主人公。小屋の中を薄暗く、目の前にはテーブルと、周囲には不気味なオブジェが飾られ、暗闇の向こうには目だけしか見えない何かが潜んでいた。プレイヤーは言われるがままカードゲームを始めることになります。カードゲームは比較的カジュアルですが、本作の魅力は世界観や世界設定。精巧なアニメーションで描かれるカードゲームに、独特な世界観で展開する物語性の強い謎解きやパズルを織り交ぜ、不気味な恐怖体験をもたらす本作は、予備知識なしでのプレイをお勧めします。インスクリプションは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。スレイザスパイア。ローグライクデッキビルディングの火付け役と言っても過言ではない本作。シンプルなビジュアル、シンプルなゲーム性ながらに奥深く、多くのユーザーを虜にした名作中の名作。ゲームはそれぞれ特徴のある4人のキャラクターでダンジョンに挑み、最深部のボス討伐を目指しマップを進み、その道中ランダムで手に入るカードを1つ選択してデッキを構築していくといったゲームです。進んでいくマップは分岐しており、自分のヒットポイントやデッキの完成具合を考え、戦闘マスへ向かうのかイベントマスへ向かうのかを選択し、ダンジョン最深部を目指していきます。負けると最初からですが、カードの組み合わせが非常に多く、プレイするたびに新鮮さが味わえ、うまくデッキを構築できた時の戦闘の無双感は抜群。何度負けてもプレイするたびに多くの発見があり、繰り返しプレイしてしまうリプレイ性の高い作品。ローグライクデッキビルディングに興味がある方は、まずこのゲームをお勧めします。スレイザスパイアは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。はい、今回は闇時を見失う究極のローグライクデッキ構築ゲームをピックアップしてみました。頭を使う戦略性や変化に富むゲームプレイ、そして繰り返し遊ぶことができるリプレイ性。時間泥棒の作品も多く、長く楽しめるのも魅力ですね。今回紹介した作品は全て日本語で遊べる作品となっており、参考プレイ時間は How Long to Beat のメインストーリークリア時間となっております。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日になりますように、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。